人生の成功を見つけるお金を持つことがなぜ重要なのか。教科書、コンピューター、電話、iPad、タブレット、ケーブル、インターネットなどのリソースへのアクセスは、教育の機会や学術的成功の可能性に影響を与えます。資源が限られているため、低所得の学生は学校を中退するリスクが高く、学力も低く、将来高等教育や高収入の仕事に就くのが困難です。このため、低所得の学生の教育機会の改善を目的としたプログラムや取り組みが重要です。これらは不利な点を軽減し、適切なサポートが与えられた場合に価値があり、優れた能力を発揮できる個人に機会とサポートを提供します。アスレチックコーチ、施設、スポーツトレーニング、フィットネスの機会へのアクセスの減少。お金がないとスポーツやフィットネス活動に参加する能力や優れた能力を発揮する可能性に影響します。特に高価な設備、ジムの会費、トーナメント参加費、リーグ参加費、フィットネストレーニング費、コーチングスタッフの費用は、貧困に苦しむ経済的に苦しい個人には手の届かないものだからだ。例えば、サッカーに参加するには、参加するだけで運動靴、ウェア、ボール、その他の用具が必要になります。ダンサーが地元のダンス施設や学校でクラスを受講するには、高額な費用を支払う必要があります。ウェイトリフティングや有酸素運動などのフィットネス活動には、ジムやフィットネスセンターを利用する必要がありますが、これらは高価であり、恵まれない地域では存在しない場合もあります。設備にはメンテナンスが必要です。恵まれないコミュニティが恵まれないのには理由があります。地方自治体は構造物の維持や新しい建設施設の建設に費用を維持することができません。この例を嫌う人もいるかもしれないが、アメリカのニューオーリンズは都市部の維持に長年苦労してきた。気候変動による海面上昇の緩和に資金が振り向けられる一方、美しい歴史的建造物が集まる観光地全体に犯罪と貧困が蔓延し、ますます荒廃しつつある。ここでは多くの人が低所得、失業、高額な出費に苦しんでいます。地方自治体も同様に圧倒されており、連邦国家資金がなければ人々を支援することができません。これにより別の世俗的な概念が生まれます。ニューオーリンズは移転すべきでしょうか？マニラの首都のように移転してすべてが失われたと考えるべきでしょうか？人々に影響を与えるだけでなく、組織的にも影響を与えるこれらの問題をどのように解決すればよいでしょうか？だけでなく、都市や国家にも影響を与えるのでしょうか？詳細については、YouTube または nebula.eb.com で次の動画をご覧ください。参考文献。アメリカで最悪の都市に関する実話、ニューオーリンズの地理が最悪な理由。実はなぜこの小さな島にはロシアよりも多くの人がいるのか。図8、nebula.eb.com。一つは、地理的位置内の自然災害のコストに基づいて戦うのが難しい不均衡な貧困のために、フィリピの政府当局者がどのように首都の移転を計画しているかです。両都市にとって
海面上昇と気候変動をめぐる問題が存在する。ご覧の通り、都市化されたアクセスとよくメンテナンスされた構造物は、日常生活全体を通して成功を促進するのに役立ちます。特にスポーツでの成功。安全で清潔な都市公園、フィットネスエリア、散歩道、ハイキングができる国立公園があれば、フィットネスはさらに簡単になります。創造的な芸術の機会へのアクセスの減少。お金がなければ、ダンス、演技、アート、音楽、写真、映画制作などの創造的な芸術活動のための教師やコーチを獲得したり、施設を利用したりすることが困難になるでしょう。繰り返しますが、アート、ダンス、音楽に優れた専門家に囲まれている場合、これらの分野で優れているためのコツも自然にわかるでしょう。音楽を追求するには、楽器、教師、音楽レッスンが必要で、費用がかかる場合があります。芸術で優れた才能を発揮するには、画材、美術のクラス、適切なワークスペースへのアクセスが必要です。ダンスをするには、ダンスレッスン、衣装、栄養価の高い食事、フィットネス器具、シューズなどの費用が必要です。経済的に困難を抱えている人は、芸術的興味に参加したり優れたりするのが難しいと感じるでしょう。これが、恵まれない人々や貧困の中で暮らしている人々の芸術へのアクセスを増やすことを目的とした、より多くのプログラムや取り組みが必要な理由です。低所得の個人やその家族には適切な支援が与えられる価値があり、優れた能力を発揮できるため、より多くの支援が提供されるべきです。お金は創造性の障害ではないという人もいます。それは障壁だと私は主張します。それは障害です。私たちが優れており、チャンスを獲得できるのは、私たちの行動がすべてを物語っているからです。私たちは望むだけ夢を見ることができますが、その夢を行動に移すことができなければ、これらの創造的な機会の中でどうやって優れているのでしょうか。はい、私たちは創造的であるとみなされるかもしれません。しかし、そのための手段、お金、リソースがない場合、どうやってこの創造性を実現すればよいのでしょうか。創造性は素晴らしいですが、これらの創造的な領域でパフォーマンスを発揮し、目に見える成功の結果を得る能力が最も重要です。創造的な思考を持っているだけでは、人生をこれまで以上に進めることができません。人はこの創造性に基づいて行動し、それを実践し、定期的にこの活動を実行し、社会に何かインパクトのあるものを提供しなければなりません。資金、教師、コーチ、定期的にこれらを実行するためのアクセスがなければ、ダンス、演技、アート、音楽、写真、映画制作の分野で創造性を実践し、社会に有益な成果を提供することはできません。さらに、創造的な芸術のマーケティングや流通に余裕がない場合、どうすればこれらの分野で優れたり、社会に対して最も大きな影響を与えたりできるでしょうか。あなたの創造性はお金なしでは限界があります。よく旅行し、街を歩き回り、世俗的な経験を積む能力の低下。
お金がないと旅行したり、街歩きをしたり、人生で優れた人生を歩むのに役立つ世俗的な経験を積む能力に影響を与える可能性があります。私は行動すればするほど、経験すればするほど強く信じています。逆境、キャリア、人生においてより優れたパフォーマンスを発揮できるようになります。お金がないと旅行が制限されるのは簡単にわかります。歩いたり、自転車に乗ったり、車を運転したり、電車に乗ったり、飛行機に乗ったりできるかもしれません。しかし、あなたが持っている資源とお金でどこまで旅行できるでしょうか？また、家族全員で参加できますか？それとも手頃な料金ではありませんか？旅行すると、文化、テクノロジー、他人の生活についての洞察を得ることができます。この知識と経験は人生でのみ役に立ちます。図10、ピンタレスト。旅行して異文化を体験することは視野を広げ、適応力、コミュニケーション、問題解決などのスキルを伸ばすのに役立ちます。お金がなければ、コンサートに参加したり、美術館を訪れたり、その他のイベントに参加したりするなど、世俗的な文化体験にアクセスすることは困難です。貧困の中で生活している人々は、資源や交通手段、その他の障害が不足しているため、旅行したり、異文化に触れることが困難です。人々は、勤勉、教育、専門能力開発を通じて、依然として人生において優れた能力を発揮することができます。経済的資源や旅行の機会へのアクセスがなければ、世界的な旅行を必要とする特定のスキル、経験、専門知識に触れることができないかもしれません。ストリートに精通し、世俗的な経験を積むためには、様々な環境や状況にさらされることがよくあります。誰でもストリートワイズになれる、とあなたは言うかもしれない。これは私が言いたいことではありません。確かに逆境の人生を生きていると、路上で困難な状況に陥ってもうまく対処できるようになるかもしれません。しかし、生活様式、言語、宗教、その他の要因が異なる場合、他の国を移動し、生き残る方法、一人で旅行する方法、安全に横断する方法を知っていますか？ A から B まで効率的に移動できますか？語学力、電車や飛行機での旅行経験、長距離の車の運転能力などによって制限されますか？旅行するお金がない。旅行してこの種の該当行動能力を獲得することはできません。最後に、なぜお金があっても意味がないのか。お金やお金の不足は、人の幸福、充実感、人生の成功に影響を与える可能性があります。お金に関係なく、貴重な人間関係を維持し、活動的かつ創造的になり、専門的に自己啓発し、目的意識を維持することができます。お金に集中すると、特に苦労しているとき、またはより多くの富を蓄積しようとしているときに、ストレスや不安を引き起こす可能性があります。お金を優先したりお金に執着したりする人は、生活の他の分野に集中している人に比べて、満足感や充足感が低いと感じることがあります。図11、
クーツ .zepoparpeop.com/ アリストトルフノンウェッシッシュ。宇宙はあなたが焦点を当てたものを提供してくれるので、お金よりも大切なものに焦点を当てなさい、と感じる人もいます。お金に集中して執着すると、お金には意味がなく、ストレスがかかるだけです。墓までお金を持っていくことはできません。過剰に摂取しても何の役にも立ちません。人生とは、最初にここに挙げた生活の基本的な必需品を手に入れるために必要なものを少しだけ多く持つことなのかもしれません。デンゼル・ワシントン主演の映画、ジョン Q がこれほどまでに力強い理由はここにあるのかもしれない。それは、なぜ私たちが必要とするのは生活必需品よりほんの少しだけであるのかを理解するのに役立ちます。毒素のない飲料水、食料、住居、衣類、衛生用品、医療、教育などへのアクセスなど、お金は商品やサービスを交換するために使用される単なる無意味なツールです。それはただの紙とコインです。私たちはお金を使ってあなたの周りの世界を改善する必要があります。それは人生ではありません。それは貴重なものではありません。私たちはその価値を定義します。不動産のように価値を与えなければ何も価値がなくなってしまいます。お金は人の価値や人間としての価値を定義するものではありません。お金は社会的に構築された概念であり、本質的に価値のあるものではありません。その価値は商品やサービスと交換できるという信念に基づいています。その価値は変動し、世界中で異なります。図12 http://www.azkoots.com お金は力の不均衡を生み出し、それが社会的不平等の一因となります。世界的な成功はこうした格差によって損なわれます。しかし、お金には限界があります。すべてが強力なわけではありません。運命との戦いに勝つことはできません。それで天国の席を買うことはできません。善行を行い、社会にプラスの影響を与える影響力を持つことだけが、真の権力を行使することができます。権力は一ではありません。それは影響力があります。偉大なリーダーはお金のためではなく権力を持っています。しかし、人々が進んで彼らに従っておののいに参加するからです。人々は一つ一つの言葉に熱心に耳を傾けます。彼らは信頼しています。彼らは感謝されていると感じています。最も重要なのは、この人をフォローすることで、人生で最も重要なことの達成に近づくだけであることを彼らは知っています。お金は人の性格、スキル、経験、成功の可能性、社会にとっての価値を定義するものではありません。人は富に関係なく、人生で成功と充実感を獲得します。世界で最も成功している人の中には、お金がない状態からスタートした人もいます。もしあなたが、それのない人生を選択して、より良い人間になれるのなら、そうすべきではないですか？人の性格と
その人が周囲の世界をどのようにより良い場所にするかが、私たち自身と他の人の人生に最も意味を与えるものです。終わりのないお金の追求はマイナスの結果をもたらします。何よりもお金を優先する人は、富を追求するために自分の健康、人間関係、全体的な幸福を犠牲にします。人類について最も驚いたことは何かと尋ねられたとき、ダライラマはこう答えた。男はお金を稼ぐために自分の健康を犠牲にするからです。そして、健康を取り戻すためにお金を犠牲にします。そして、将来のことを心配するあまり、現在を楽しめなくなります。その結果、彼は生きていられなくなります。現在か未来か、彼は決して死なないかのように生き、その後、実際には生きていないまま死ぬのです。他人と影響力のある関係を持ち、他人の人生にポジティブな人生を変える影響を与えることは、私たちの人生に意味を生み出すものです。それは私たちが何を持っているか、何を着ているか、どこに旅行するかということではありません。ガンダルフとフロドが、私の時代にそんなことが起こらなければよかったのに、と説明するように、フロドは言った。私もそうだ、とガンダルフは言った。そして、そのような時代を生きているすべての人もそうです。しかし、それは彼らが決めることではありません。私たちが決めなければならないのは、私たちに与えられた時間をどうするかだけです。J.R.R. トールキン、指輪の仲間。はっきり言っておきますが、どのような逆境や状況が与えられるかを決めるのは私たちではありません。与えられた時間をどうするかは私たち次第です。お金には意味がないと私は言います。そうではなく、人生は与えられた時間をどう使うかにかかっているのです。ビデオの上部にある画像をクリックすると、あなたのために作成されたプレイリストでさらにビデオをご覧いただけます。ライブをレベルアップし、あらゆる活動で成功を収めるために、さらに多くのビデオをぜひ購読してください。あらゆる活動で卓越性を達成し、ビデオにコメントして素晴らしいコミュニティを一緒に構築しましょう。すぐに必ず返信させていただきます。